静岡大学に在籍する先端研究者を紹介するこの番組。今回は理学部地球科学科の塚越明先生をご紹介します。塚越先生は創造科学技術研究部環境サイエンス部門に所属しております。研究分野は生物学、基礎生物学、生物多様性、分類としており、現在の研究テーマは甲殻類の起源と基本体制に関する研究、海底虫類の多様性に関する研究などです。皆さんこんにちは。静岡大学理学部地球科学科の塚越です。私の研究内容をご紹介する機会をいただきましたので、ここでその一部を紹介させていただきます。まず私の研究所在についてですけれども、海底虫類、学名ではオストラコーダと呼ばれる生物を研究対象としております。日本語では海ミジンコなどと呼ばれることもあり、分類学的にはエビやカニの仲間、甲殻類に含まれます。ウミホタルという生物をご存知の方も多いかもしれません。ウミホタルもオストラコーダの仲間の一つです。私が扱っているものの多くは1ミリ以下と非常に微小です。しかしこの生物は18世紀後半すでに発見され、研究対象とされてきました。ここでお見せしておりますのは19世紀末の論文に掲載された海底虫類の図版です。美しい色がついておりますけれども、これは当時の赤版印刷、リトグラフの多色刷りによるものです。まだ現在のような高性能の顕微鏡、カメラというのはない時代ですけれども、非常に細密に描かれています。私の研究はこの海底虫類、オストラコーダの自然史研究です。自然史というのは一口に言えば自然を記述していくという学問で、自然の記述を通して自然界にある法則、主に進化と多様性の法則を見つけ出すことが研究課題となります。これは海底虫類オストラコーダの光学顕微鏡の写真です。名前の通り2枚貝のような殻が左右に発達していることが特徴になります。この殻は廃鉱と呼ばれますが、多くの種で硬く分解しにくい石灰質でできております。化石として地層中に保存されるのはこのためです。これは化石海底虫類の一例ですけれども、化石の中で最も古いものは古生代のオルドビス紀、およそ今から5億年ぐらい前のものがあります。地質時間の中で化石として残された廃鉱を比較することによって進化の研究ができるわけです。現在生きている海底虫については廃鉱、この殻の部分ですね、これだけではなくて殻の内側に発達する触覚や顎、足など多くの器官を観察することができます。ここの下の方に見えているのが触覚や足が見えているところの部分です。また DNA を取り出して進化系統を推定するなど多くの研究が行われております。この海底虫オストラコーダは世界中で約8000種が知られております。化石種も含めますと3万種は優に超えると言われています。日本周辺では原生種約330種、化石種を含めて約900種が知られています。しかしまだ研究の途中ですので、私は実際に地球上に生息する海底虫類はこれよりもはるかに多くの種が存在すると考えています。これはデジタルカメラに特殊な拡大レンズを使って海底虫類の動きを撮影した例です。まだら模様に見えるのが石炭紀からその姿をほとんど変えていない生きた化石にあたる海底虫です。この形態の特殊性もさることながら、このビデオでは見にくいかもしれませんが、触覚の動きがかなり特殊なので、その点でも注目しています。これは新生代に入ってから現れた比較的新しい分類群です。これはちょうど、右上の方に見えますように腹が上になっているものがあります。2枚の殻から付属子が出て動いている様子がわかります。殻の表面に見える小さな丸い点は感覚器官で、この感覚器官も進化の研究素材になります。
今ビデオで見ていただいた海鶏虫は卵のような形をしていますけれども、これは体の左右に発達した胚孔によるものです。胚孔はもともとエビやカニに共通して見られる甲羅の部位と考えられています。これは海鶏虫が甲殻類の共通の祖先から進化していく様子を示しています。一番下にあるのが共通祖先と考えられるものですね。もともとエビのような形をしていた祖先から体の後半部分、エビならば天ぷらや寿司として食べられる部分、この部分が縮小し、同時にこの甲羅の部分、この部分が発達してすっぽりと体全体を覆うようになって、現在の海鶏虫類の体制が出来上がったと考えられています。ここではその大きさのイメージをつかんでいただきます。私が研究している標本の例です。このマス目に並んでいるのが標本です。これらはそれほど小さい方ではありません。上に見えますのが 0.3 ミリのシャープペンシルの芯ですから、消し粒くらいといったところでしょうか。これらはすべて大人、成体で、卵からかえったばかりの幼体の場合には当然もっと小さく 0.1 ミリに満たないものがほとんどです。なぜこんなに小さいのかということになりますが、かつてはもっと大きかったんです。先ほどエビのような形をした祖先から進化したとお話ししましたが、古生代の海鶏虫類っていうのはこのような大きなものがあります。この真ん中に見えるコインの下にある茶色いやつですね。これはスウェーデンのゴットランド島にあるシルル紀の地層から採集されたものですけれども、1センチくらいあります。他の生物とともに古生代の浅い海に住んでいました。ところがこの後、おそらく魚類による捕食圧が大きくなったためと思われますけれども、大型の海鶏虫類は少なくとも深海から姿を消しました。小さくなる方向に進化をして魚類の捕食を免れたのでしょう。現在でも魚類の捕食圧が低い深海にはこのような大きなものがいます。最大ではピンポン玉くらいの大きさになるものもあります。さて、私が扱っている種はこの大きさです。小さいながら非常に複雑な形を持っております。これは解剖図です。この小さな海鶏虫類を顕微鏡の下で針の先を使って解剖します。まず左右の殻を開き、中にある軟体部を切り離してプレパラット上で観察します。そうしますと、ここにありますように触覚とか顎とか、そして左の図ですと左下の隅のところに大きく書いてあるチューブが絡んだものが書いてありますけれども、これが種分類に重要なオスの交尾器ということになります。このオスの交尾器が異なれば生殖的隔離が成立していると考えられまして、種として識別することになります。大変細かい作業ですけれども、慣れればそれほど大変なことではありません。種の違いは胚孔と呼ばれる殻にもよく現れます。これは胚孔を電子顕微鏡を使って撮影したものです。丸みを帯びたものとか網目模様が発達しているもの、トゲのような突起のあるもの、中には右下に見えますように羽が生えたような形をしたものまで様々です。この胚孔は先ほど申しましたように化石として地層中に残ります。何億年というような長大な時間を視野に入れた進化の研究ができるのはこの胚孔のおかげであると言えます。この図はですね、海鶏虫類が一体どんな場所に生息しているのかということを示した図です。ありていに言えば安定した水があるところならばどこにでもいると言えます。重要なことは様々な水環境にそれぞれ最適な種が適応しているということです。つまり様々な水環境に対して海鶏虫類の種が多様化して適応しているのです。もう一つ言い換えれば、環境と種の多様性に明確な応答関係があるということができます。私は主に海に生息する海鶏虫を扱っていますけれども、これまでに陸水、真水ですね、これに住むものも扱ったこともあります。左に見えますのが、富士山の登録の、湧き水に住む海鶏虫類で、右は学内の
自然観察実習地にあるわずかな湧き水によって作られた水たまりに生息する海底虫類です。これらは同じ湧き水ですけれども、環境が大きく異なりますので、生息している海底虫の種も当然違うということになります。海底虫は様々な環境に生息しております。しかし今私が注目しておりますのは、この中で間隙環境に生息しているものに特に注目しています。間隙環境というのは、いわば砂粒の隙間が作る非常に狭い空間です。皆さんおそらく海水浴とかで砂浜で砂を掘って水が湧いてきたといった経験がおありになると思います。その砂の隙間にも海底虫類は住んでいるのです。もちろん砂の隙間に住むのは海底虫だけではありません。ここに示されたものはすべて間隙環境から採集されたたくさんの動物たちです。順に左上から見ていきますと、軟体動物、これは貝の仲間ですけれども殻は持っていません。それから線形動物、ハリガネムシなどと言われる生物の仲間です。それから環形動物、ミミズやゴカイの仲間ですね。それから漢方動物、クマムシというと知ってる人も多いと思います。銅粉動物、小型で新しく知られるようになった動物門です。それから棘皮動物、これはウニとかヒトデの仲間です。それから海底虫類を含む節足動物、この中にはダニとかエビの仲間が含まれています。とても狭い環境ですけれども、いろんな生物がいわばミニチュアになってこの空間に入り込んで生息しているのです。これまでに20以上の動物門がこの環境から報告されています。いわばまだ私たちの知らない動物が住むもう一つの大きな環境があるということになります。間隙環境は私たちの住む表材環境と比べて大きな違いがあります。まず一つはほぼ暗黒であるということですね。それに先ほどから申しましたような狭い空間、貧栄養、酸素の量が少ないなど厳しい環境ではあります。それに地表の天候の影響を受けて温度や塩濃度の変化、こういった環境変化が加わります。このような環境ではありますけれども、多くの動物たちがここに適応しています。そうしますと、どの動物も共通して目が退化したり色素が失われたりします。また、狭い空間に適応して代謝を小さくするために体のサイズがとても小さくなります。一方、温度とか塩濃度、塩の甘さですね、あるいは辛いとかっていうその変化に対しても今度は高い耐性を持つということになります。これは海底虫類の例です。左は冒頭に申し上げましたようなウミホタルという生物です。海の中で青く光る生物で、東京湾アクアラインのサービスエリアにこの名前がありますね。ウミホタルは昼間は砂をかぶって魚などに捕食されないように潜み、夜は砂の表面に泳ぎ出してきます。一方、右側に小さく見えるのが、間隙環境、すなわち砂の隙間に住むものです。これらは4億年以上前に共通の祖先から派生したものですけれども、間隙環境に適応したものはこのように体サイズが極端に小さくなります。もちろん目や色素もありません。実験で確かめられていますけれども、温度とか塩濃度に対する耐性は間隙環境にするものはとても高くなっています。これは海底虫類が間隙環境に適応していくプロセスを説明したものです。下の方にあるのは、砂浜海岸の断面を示しています。一般に波打ち際よりも陸側の方が粒子が細かくなります。左手の方へ行くほど粒子が細かくなりますね。そして、起点を作って底線に垂直に等間隔で穴を掘って採集していきますと、海側から陸側に向かって一定の傾向が見られます。底線に近いところでは比較的大型で
必ずしも目が退化していないものが優先します。こちら側の方ですね。そして一方、底線から離れるにつれて小型化し、目が退化したものが顕著になっていきます。これは砂の表面に住んでいた比較的大型の祖先が感激空間に適応していく過程を示していると考えています。感激環境に住む海茎虫類はこれまであまり知られていませんでした。世界的に見ても研究例はあまりありません。これは私の研究室で駿河湾と相模湾の海岸線を調査した結果です。海岸線は御前崎から、三浦岬の半島の先端までおよそ 250km あります。この地域ではこれまでピンク色で示したような3種だけが知られていません。3種だけしか知られていませんでした。しかし10年余にわたる調査の結果、現在では少なくとも56種が生息しているということが分かりました。このうち水色で示した15種を新たに記載してきましたけれども、残り41種は未記載種のままです。種の記載はとても時間がかかるのですけれども、種の記載がなければ生物の多様性の評価ができないのです。ですから種の記載はとても重要な仕事であると言えます。まだわからないことはたくさんあります。一つはこの一つの例ですけれども、これは左上に示しましたのが北極海の水深 1000m の海底から報告された例です。これは1997年に、ブリックスという人から報告があったものです。しかしこれと非常に近縁の種がですね、沖縄のサンゴ礁にある感激環境から、発見されました。これが、右下の方に書いてあります。非常に近い共通の祖先からそれぞれ進化したと推定されますけれども、一体どのような経路で北極海の深海と沖縄の感激環境が結びつくのか、非常に興味深いテーマとなっています。ちなみにこの海茎虫類は生きた化石ともいえる古い体勢をとっているということでも私は注目しています。感激環境は、海岸の砂浜にありますけれども、ここにはたくさんの外的環境要因が働いています。大きく見れば地球温暖化や人間活動による汚染、津波のような自然災害、あるいは護岸工事、こういった環境の変化が感激環境の海水温、塩濃度、栄養度、溶存酸素量、汚染物質の浸透、堆積物のか乱、粒子の大きさといった要素に影響を与えてきます。こういった要素が砂の隙間に住む感激性生物の種の多様性や個体数密度といったものに影響を及ぼしています。したがって感激性生物の研究が進めば、地球環境の変化との応答関係も見えてくるだろうと期待しています。私の研究のほんの入り口を今回ご紹介させていただきました。繰り返しになりますけれども、海茎虫類はとても種の多様性が高くて、現世では8000種と言われていますけれども、おそらくこれは一部でしかなく、実際の多様性はもっと高いと考えられます。この多様性は地球環境への適応と進化の結果でもあるわけです。これを利用しまして、種分化の研究、あるいは発生のタイミングのズレによる維持性といった研究、あるいはボディプランの進化に関する研究、こういった研究を現在展開しています。さて、研究のこととは別に少し趣味のことを紹介してもよろしいということでしたので、少しだけ。私は中学時代いわゆる天文少年でした。星空の観測が大好きで天体写真を撮ったりしていました。今でも中学時代の同窓会に行くと、まだ天文やってるのって聞かれることもあります。天体観測は中学時代で大方終わりにしてしまったんですけれども、今でも星空の星座というのはよくわかります。この写真はもう20年くらい前になりますけれども、ある時突然天文少年の血が騒いでですね、撮影したヘールボップ彗星の写真です。ちょっと本気を出すとこのくらいの写真は今でも撮れるということです。今の趣味は写真撮影一般ですけれども、特にフィールドの調査で出会った風景を撮るのがとても好きです。
これはだいぶ前の話ですけれども、西オーストラリアのシャーク湾ストロマトライトと呼ばれる太古の生物岩が形成されることで有名な場所ですけれども、そこで撮影しました。非常に雄大で神秘的な風景だったというのを覚えています。これらはフィルムで撮ったものなんですね。これもフィルムで撮ったものです。これは同僚の先生の案内でスウェーデンのゴットランド島で古生代の化石採取をした時に滞在したビスビーという町で撮った写真です。世界遺産にも指定されている中世の町並みを残す非常に美しい町でした。夏の日が低くなって建物に影を落としたところを撮りました。露出を切り詰めている関係で空が濃い青になっていますけれども、やはり日本の空とは異なる色をしていたというのがとても印象に残りました。もちろん身近にも面白いモチーフはたくさんあります。これは私の車の屋根についた水滴を撮ったものです。写真を撮るのはとても楽しいです。中学の時に撮り始めた写真の楽しさが今も続いています。地球科学に所属する私の研究はとても生物学的で意外に思われたかもしれません。しかし私の研究は地球環境の歴史的な変遷とそこに生息する生物の応答関係、これを探ることが目的ですので、地球科学という広い学問分野の一つにあるわけです。これで私の研究の集会は終わります。もしご質問とあれば大学で公開されているメールアドレスにご連絡ください。研究室への訪問を心よりお待ちしております。ご清聴ありがとうございました。